プロンプロンするんですよ。いらっしゃいませ。はい。うわ、マジで。完全に触れます。この日に。そんなことあります。僕が見せするのがめっちゃ。ね。人柄ってパンに現れると思います。ありがとうございました。湯種食パンですね。五穀の生地。北海道産のポテトとコーンになってますね。で、これが五穀の食パンですね。で、これが玉ねぎの生地の中にフレッシュの淡路の玉ねぎ練り込んでそのまま焼いちゃうんですよ。じゃあ焼いてるうちにめっちゃ玉ねぎ甘くなって淡路の玉ねぎやからこそできるやつですね。一応このハムも大山ハムっていう肉々しいハム使ってますね。一応子供が食べやすいように結構甘めに作っとって2種類のカレーをブレンドした感じですね。じゃがいものフレークみたいな。
揚げる場所がないんで、揚げてる風ですかね。これ全粒粉、僕の全粒粉なんですけど、一回水で戻してあげるとすごい香りいいでしょ。ライ麦これが一番人気の湯種食パンですね。結構柔らかくて。よくこうやって出すじゃないですか。この出し方したら網の型いってもう全部ボツになっちゃうんですよね。いや普通にしとってもめっちゃプルンプルンするんですよ。結構揺れるんですよめっちゃ。変なんですよ。真四角を保てない。横側にずれてくるんですよ。こうやってちょっと横にボワーンってなったりとか。基本的にうちの粉全部弱めで膨らまないんですよ、あんまり綺麗に。ちょっとだけ回す量を増やしたら、グルテンの量は多くなっちゃうんですけど、形保てるようになったんで、回す量が伸びた感じですね。湯種と違ってこれはめっちゃ簡単に出せるんでありがたいですよね。これ全粒粉ロールですね。朝一にお水入れてあげた全粒粉。自家製のピロシキ。
れがもちもちオレンジで、中にオレンジピールを練り込んで作ってる湯種と同じ生地ですね。食べた時ですね、もちっていう食感がします。だから何種類ぐらい生地作られるんですか？種類だけで言ったら5ですね。そこからいろいろ派生してったら7、8ぐらいですかね。これは青柳あんパンのあんこですね。芦屋で発泡料理屋さんをしてる人がいるんですけど、その人に特注で作ってもらってるあんこになりますね。多分こんぐらいで全然違いますね。違うでしょ。めちゃくちゃ食べやすいんですよ、こっちのあんこが。わ、めっちゃさっぱりしてますね。でしょ。で、あんまり量も仕込めないんで、数量限定として作ってますね。じゃあこれ前日に分割だけしてるメロンパンの生地です。いや、多分潰れてるかもしれないですね。うわ、マジで完全に潰れましたね。これは2円ワンペーパーで待ってます。電源入れときは入れたら漏電して壊れるから。この日にそんなことありますね。申し訳ございません。オープンして1年半、ほんと初めてです。来てくれてよかったです。2人やったら最悪の空気。どうするって感じ。ちょっと考えた方がな。今止めてんねんな、水道。うん、大丈夫。いつも蒸気入れとう場所は代わりに水切りです。
これがハニーチーズで、焼いた後に上から岩塩と蜂蜜を。この蜂蜜と、ありがとう。メロンパン表面乾燥させた方が綺麗にふわっと膨らむんで割れにくいですね。気持ちいい。食べてもらっていいですか。よかったらありがとうございます。形悪いやつ。いや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 。湯種の生地使ってるんで、うちのメロンパンはすごいもっちりふっくらしてて、メロンパンが苦手な人でも買って帰ってくれますね。ここのメロンパンだけは食べれるって言って。で次フランスパン入るんで、しっかり拭いてあげるみたいな感じです。リホ、仕込みながらするな。オレンジ、紅茶、青いほら。なんで？明太か。あ、大変だ。多分結構珍しいんですけど、うちの中力を使ってるんがこれうどん粉なんですよ。やっぱ他の普通の中力に比べたら結構すごいいい食感に変わってくれるんで。
こんなんなんですよ、触ったら。にまた取ってもらったら、結構待ってない。そしたらさっきのべちべちのがこんな感じにもうしっかりトロトロっすけど、でこれはオレンジ分とこれが朝一の食パンになる感じですね。ホワイトチョコで紅茶パウダー。何やる？あ、説明。クリームの説明してあげたって。すみません。クリームはきび糖で作ってるんで溶けないんでめっちゃジャリジャリしてるんですよ。年配の方ジャリパンってを気に入って買ってくださいます。なんか初め滑らかな方がいいかなって、このミルククリームだけお砂糖変えるっていう話してたんですけど、やっぱりせっかくねきび糖を使ってるからこれもきび糖を使おうっていう。5コップなんですけど、普通の5コップって結構硬いじゃないですか。これ柔らかめに加工してくれてて、歯が悪くても全然食べれるっていう。なってくるんですよね、次。これはフレンチトーストですね。牛乳じゃなくて豆乳でつけてる豆乳のフレンチトーストです。そのパンチをちゃんといくいかへんで、特にその五穀食パンが上がり方が全然変わってくる。ちゃんとパンチせんかったりしたらもう次の日こうやって上がってこないです。あんな感じにもうぺたんこで全然やる気のないパンに変わります。手抜いたらすぐ五穀食パンに怒られるんですよ。お前手抜いたやろ言って。
めんどくさい彼女ってよく言ってるもん。いやほんまにメールや彼女やでもほんまに面倒くさい彼女ですよ。だから粉とかのその日によって温度が変わるじゃないですか。その粉の温度が変わった時にも次水の温度も変えんとあかんし大変なんですよね。まあでもそれが面白いんですけどね。僕が別にするわけじゃなくて僕だからそうやって言ってますけど他の人からしたらちょっとちゃうわって思う人いるかもしれないですけど急に発狂してでこのバターが中に馴染んでってくれるんでさっき切っちゃってます。スライムみたいでしょ裏でします。1本手土産で持って帰ってもらってもいいし。クロワッサンをカリカリに焼いたおやつですクルンジっていうらしくて、おこげっていう意味のヌルンジっていう韓国語とクロワッサンをかけた造語みたいなでクルンジ。可愛らしいですよねえ本当にちょうどいいおやつですね。そうなんですよ。
せん、おはようございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。5点で1300失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございドア開けまますね。すいません。よくご家族で来られるんですか？そうですね。あと散歩がてら来たりして。これ子供が好きなので、湯種パン。ちょっと初めて買ったんですけど、全粒粉のパン。あとエピ。これ美味しそうですね。これがすごいお気に入り。今から朝食で召しそうです。上がる。そうです。ありがとうございます。今からこれ何やられるんですか？今からピロシキ仕込みます。はい。いらっしゃいませ。こんにちは。もともとよく来てくださってて、で共通の趣味がお酒なんですけど、共通の趣味があって。ゆうくんこの間とれでありがとう。じゃあ頑張って。頑張ります。ありがとうございます。また。失礼します。うち近所なんですけど、なんかパン屋さんできたよっていうので一回来て、ちょっとりほちゃんと意気投合して、もう今はお客さんとお店の人じゃなくってただの飲み友まで行ってます。おすすめは店主のりゅうくんの優しさが詰まったフレンチトーストです。通われる理由とかパン買いながらおしゃべりしたりとか、人柄ってパンに現れると思います。頑張っていつまでも買いに来るので続けてくださいっていうことです。山歩きはるんですよ。その後にお昼飲みするのが好きなんやけどねみたいな話から、おすすめのお店あるけどどうって言って、そこでお客さんつなげてくださったり、飲食店行ってお客さんと話したりとか、それが楽しくて息抜きです。休みだけ大体炒まったら油がすごいんで切ります。29歳でありがとうございます。湯種の6枚切りが1つと、吉岡様で、はい、ありがとうございます。結構きつめにとろみをつけます。
入れれる？あ、すいません。はい。ぽいぽい。ふわふわ。ありがとうございます。好きなパンはありますか？おいなパン。おいなのパン。アンパン。アンパン。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんにちは。いらっしゃいませ、こんにちは。ありがとうございます。お願いします。アンパンですね。5点で1274円です。ありがとうございます。ありがとうございます。で一番最初はほんまに慣れてなくて、1年半も試行錯誤しながらやったら綺麗にはある程度は綺麗にできる。この食パンは作りたいみたいなのをずっと言ってたから、その甘みがあって甘みがあってもちもちしたもちもちしたお菓子みたいな食パンみたいな生でもそのまま食べれるような食パンをもともとは作りたくてで作ったのがゆだね食パンですね。私いつかは1本を出来たてでスプーンで作って食べたいね。ネット販売を最近始めて当日上がったパンを冷凍保存してクール便で送らせてもらっているのを最近始めたんですよ。仲介業者挟まず自分たちだけのスクみたいなやつではない。ウェブサイトから飛べるんでまたインスタグラムに。勧められたからかぜひぜひ。いろいろねなんかまた合いそうですね、どこかで。ねね。めっちゃ飲みに行きゃみたいな。ああそうまたどこかでやれば。じゃあ全然ありがとうありがとうございます。失礼しますありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。いろいろ試したいなと思ってでたくさん買ってお友達と分けますありがとうありがとうございます。
プレゼントした614円。せっかくやるんやったら地域の人に貢献したいなと思って、子育ての街って最近ずっと明石が言われてるんで、子どもたちと一緒に成長できるようにできたらいいなと思って、パン屋さん自体が。だから将来の夢的に言ったら、子供が大きくなった時に俺はベーカリー牛乳を食べて大きくなったんぞって言われるのが夢だからそういうのを目標にここで作ることにしましたね、西明石で。だからこそ毎日食べるパンってなったら健康面を意識しないといけないんで、純強力をメインにしてグルテンを抑えて保存料とかそういうのは一切入れないようにして健康面を意識して作ったパンが今並んでるパンですね。神戸の方で修行された？あ、そうですそうですそうです。フロインドリーブっていうところで7年間で、その後別のパン屋さんに移って合計で10年ちょっとぐらいですかね。同じくフロインドリーブのキッチンがあるんですけど、夜中作ったパンをこっちでスライスしてそれをサンドイッチとかに加工するっていう、そこで働いてます。3年ぐらいかな。本当にパンに対してのこだわりっていうのは好きだから。そうそう、好きやからこそこういうふうに美味しく食べてもらおうって考えれるし、せっかく食べてもらうんやったらこんな食パン食べたことないわって思われるようなやつを食べてほしいなと思って作り始めたってぐらいですかね。ありがとうございました。